はい、じゃあ、石川さん、ゆたさることをお願いしゃべら。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、石川さんも、まあ、地元やかかずなという、はい、かかずに、ちょうどこの戦争が始まった時は、おいくつやびた6歳ですね。6歳。6歳にじゃ小学校に上がる年になる。はあ、そうですか。結構戦争のことだとか覚えてたりするもんですかね。そうですね。大きなポイントはですね、頭に焼き付いております。なるほどですね。このさっきね、これ見ちゃうとちょっといいですか。これ手作りで、ね、手作りであれして飛行機の届いて石が飛行機これを自分でこう地図を作ってるんですけども、これはこの矢印は佐藤生歩いたルートですか。そうですね。私が避難した経由です。すごいですね。これは自分で記憶をたどって書かれたんですか。まあ自分大方は分かるんだが、この辺からどこ行ったっていうのはほとんど分からないんですよ。小さいところは。大きいところはもう大体覚えて、ここで何があったっていうのが分かるもんだから、あれはどこだったねと親に聞いたり兄弟に聞いたりして、まあ、戦争という言葉が出てくるようになったのは戦ということだよね。そうですね。出てくるようになったのは常住空数以後ですね。そうですね。常住空数以後で、その時からはもう、幼稚園でも戦のことについて話をするし、また避難訓練なんかもやっておりましたから。もともと知ってました。で、各家庭においては、屋敷内に防空壕を築いておるんです。この始まる前から。はい、常住空数終わったもうすぐ何日かあたりからは、空数に備えて、また常住空数みたいにやってきますよね。これに備えて各家庭に防空壕を作っておるんです。で、大体23日、前までは、自分の防空壕で何かあった場合にはすぐ隠れる。何かあった場合といってサイレンで知らせますよね。空襲警報の場合に、これがなるとすぐそこへ走って潜り込むと。で、23日後は夜来るか昼来るかもわからない。それはもう戦争状態になっておるから、であれからはこの防空壕では過ごせないんです。自分の実家のお墓がうちのところはちょっと少し歩いたところにしかないんだが、向こうで寝泊まりをしておる。で行って向こうで生活をしてるんじゃないよ。寝泊まりをするだけ。昼は帰ってきて家畜の面倒を見たり、あるいはご飯の煮炊きをしたり仕事をやるんです。もう眠ってる時に、寝る時は向こうに行ってみる。安全な場所に行きましょうっていうことですね。そうして4月の1日か、飛行機がずっと飛んでますね。飛行機ずっと音すごいですね。いやここついたバーバーバーって何回も。ごめん戦闘が激しくなり、石川さん家族は嘉数から南部へ避難。その途中、浦添市の前田コーチで経験したことを話してくれました。これは石川さん、いろんなところ行ってるんですけど、こうね、歩いたルートがあるんですけど、この中でも一番印象的な場所とかってございますか？そうですね。うちは嘉数から千住二阿釜行って、千住二阿釜から前田コーチに、うちの親父と父と三男、兄の三男が2人ともここへ徴用というかなされて働いていたんです。働いていて、ここ軍事基地なんですよね。軍事基地。前田はなんか聞きますね。
司令号があったんです。聞いたことあるですね。はい。でそこに兄と親がいて、普通であるとここ入っていけないんですよね。あ、そうなんです。陣地だから。陣地だから。はい。で戦逃げ隠れをする前に、うちに駐屯しておる、軍人さんが、順位がいたんですが、この順位さんが戦の時には、まあ親父のところを頼っていきなさいと。で自分がここに親父は前らにいるから、この軍医さんがよ、順位さんがよ、自分が向こうの隊長には電話を入れて知らしておくから、親父を頼って行きなさいと。でその陣地の麓まで行くとですね、ちょうど今の普天間村になるんです。消防だな、消防のところから上がって行きよったんです。でそのところまで行こうとすると軍隊に止められて、軍人兵隊に止められて、なんであんた何しに来たか、ここは危ないんですよ。破壊されたんだが、いやいや、こういうことで親を会いに来たと、親父に会いに来たということで、ここは一般の人がレターで入ったりできないから、来なさい。で、押し問答してる時に、これを見てる隊長は見ていたわけです。隊長が見てた。おそらく、あれ通せということで、うちなんかは隊長のところへ行って、でその日は隊長とは会わないんです。その日は、この人たちに、隊長はこの人たちに場所を与えて、食べるものも与えなさいと言っていたみたいです。日本軍の思わぬ配慮により、父親と再会できた石川さん。浦添から那覇を通って、さらに南部の豊見城、マダン橋まで避難をしました。2日目にはここから移動しようということで、ここはマラン橋。マダン橋で。マラン橋まで来ると、もうそこからはこのマラン橋は落とされてるんですよ。空襲で。あれは橋はね、ほとんど日本軍が落としてるんです。あ、そうなんですか。なんでですかね。歩けないようですか。アランゴーと。自分たちは、橋を壊すということは、逃げてここも利用しました。だからあと利用するのは、アメリカ軍さね。だから彼たちが渡れないように橋を壊す。そうなんですね。壊すんだが、日本軍も人情があったかもしれんね。全部ペタンと全部壊すんじゃなくして、一部は注意が通られる。そうこう橋があると必ずこういうふうに一部は残しておく。でマラン橋はここまで潮は満ちてくるからね、満ちてくる時には人は通れない、この欄干からしか通れなかったから、そのうちがここまで行く時にはもう引き潮でこの欄干を通れよったんです。でそこにたくさんの人が引っかかってね、この欄干に。で戦の時に死体を見たのはここからが初めて。最初これ目の当たりにしてなんかどう感じました？どう感じたって、もうあの時はまだ小さいさね、親たちが兄弟たちが「見るな見るな」と言って見せなかった、見せないようにしよった。だからとはいってもこういうのを見たさというのからさね、でこうして振り向いてみたりはしちゃった。それからそこで一輪車にも運んできたものは全部ここで捨てる。なんで渡れないから。渡れないから、やっさーや。で、取ったのは鰹節と、鰹節は日本かな、大きいのと、それと黒糖、それとオキシドール、
総北駅。オキシドールその時代からあったんですか？あった。大きい瓶の、それと赤チンキ。大きい瓶の2本と赤チンキ1本。大きい瓶のよ。これなんでこれを分かったかというと、いとこに看護婦がいたんです。で、戦の時には大事だからね、これはぜひ持っていってよって、小さいオキシドールとこれぐらいのリンゴあのさ。でもこのぐらいってもうすぐなくなるんじゃないですか。そうどぐらいのものを持たせてあったんだが、万が一という時にはこれ食べないさ。だからうちの親父がこのオキシドール大きい瓶の2本と赤チンキと黒糖かつお節、これだけは取って残りは全部捨てなさいと。でなんかそのルートでこういう人に会ったよっていうのとかで覚えてたりします？印象に残ってる人知らないけど、これからずっと逃げ隠れをして、これはヤギバル、ここでうちの上の姉さんがいなくなってる。兄貴の兄貴の本当の兄弟の兄貴。お姉さん姉一人女だったんだが、兄弟いっぱいいて、女の人はこれ一人だったんだが、この人がいなくなった。そうなんですか。そして、いとこと2人ここにいます。これ大きい屋敷があってね、屋敷がこれ一軒家、平野の中に一軒家、平野といっても真浦や佐藤首よ、大きいお家があって、馬小屋があって、2階朝木があって、で後ろの方に製糖工場もある、一軒家でよ。雨降りになってそこへ行ったらね、もう入るところないから馬が住んでるところ、馬小屋の馬が今まで住んでいたところを片付けて、そこに寝泊まり一日いた。で運悪く中庭に爆弾か艦砲か落ちて、これで兄といとこがいなくなった。これ夜日課とかそんな真昼雨の真昼だったんだが、昼ぐらいじゃなかったかな。切るとこもねないもうやられて頭に当たってね、破片が当たって即死だったんだが、そして夕方もう暗くなってから親父がこの2人を連れて行って埋めて葬式をやって、手を合わすなんてもうやらんよ。もうそういうもうゆとりがない、もうゆとりもないし、また兄弟が死んでもかわいそうとかね、こんなのもないんだよね。そこまで来ると自分の命が大事なんだよ。なるほど。もう寝ても覚めても自分の命、また親も誰がいなくなっても怪我しても連れに行ったりあれしたらいかんよと。後戻りはしない。後戻り、前はたくさん人がいるからね、大体移動するのは大体同じ時間帯さ。他の人たちも他の人の後を追っていきなさいと。はぐれた人を待つまと。もうこれはもう最初でもう言われてるんですね。もし誰かともうしょっちゅう言ってた。初めて1回じゃなくしても何かあるたんびにそういう親はそう言ってた。もう自分の命は自分でっていうことですか。もう怪我したりあれするともう置き去りするよと。されても恨むなよと全部にそう言ってた。お母さんとかも自分の子供っていうことはもちろんなんだけど、そのぐらいのただ、そうは言いながらも、ここで三男が、親父と前田で高知に働いていた三男が、ここで大怪我をしてるんですよ。お家のところで。
いとことお姉さんいなくなった時に、その日に、三男はここの肉全部もぎ取られて、もう歩けない。でこれをあの時18歳だからね、18歳その方が、この人は、防衛隊だったわけさ、18歳、親がおぶって逃げを隠れてる。おお、そうなんですか。ずーっと。そして助かったのは、あの薬品オキシロール、あの日本も持っていたがために生き延びたと。そうなんですね。ひたすら南の方へ避難を続けた石川さんの家族は、糸満市の海岸で米軍に保護されることになります。で、あっちこっちに、避難までと、最終的には、石川さんはどちらかで捕虜された形になるんです。そうですね。最終的にいた場所っていうのはどちらになりますか？ここ米須の、ここの海岸端。海岸端で、どんな感じで？その時も大雨降りでね。大雨。並んで歩いて、うちはいとこの家族入れて14名かいくらであるから、ちょうど途中で14名の10番目ぐらいにの間に寒風が落ちて、寒風が落ちて、私のと2人上の兄とおばと4名は取り残されたわけ。そうなんです。で、さっき言ったように、漢方してもうちなんかが来るのは待ってはいないわけさ。もう前の人はどんどん行って前行ってしまって、うちなんかは分からんもんだから、そこ誰も知るのはいなくなって、この海岸端に行って、ここに翌朝早くよ、石膏が2人来てる。3名来てるわけさ。私が見たのは2人らが。石膏はほとんど2世。日本人の2世。石膏って何ですか？探りに行く人たちさ。偵察隊みたいな。偵察隊。で、この人が来て、3名とも来て、うちの4名しかいないもんだから。日本兵見なかったかいないか見なかったか、誰もいないよ、うちだけだよ。他のことも一切わからない。入ってきてすぐずっとここにいるから、そうだよって言ったら、そうねって言って、一人は向こうで鉄砲を向けてるわけさ。で、一人はそのままこの鉄砲をここに置いて、自分たちの前に置いて、2、3メーターぐらい行って、剣で木を切って、木の枝を切って、これにその時はまたその場所にね、食べるもの、米とか包帯とかいっぱいあったわけさ。でこれから包帯を取って、この木の枝にくくって、うちの兄に、あんたこれを持って先頭に立って、ここから出て行って、どこの方向に行きなさいと。そうすると向こうにアメリカの兵隊さんたちがね、ずっと並んで鉄砲を向けて立ってるからね、鉄砲に向かって行きなさいと。で、あれたちは撃たないからと。ただあれたちから避けて逃げようとすると、あれたち全部撃ちようと。あんた方向こうに前に行くだったら、弾発射しないから向こう行きなさいと。で、この海岸で捕まえられて、集められたのがこの米須。で、銃向けてるところに歩いて行ったんですか？そうそう。これも怖くないですか？いや、怖いとかこんなのはないよ。ないんですね。もう向こうが言われる通り、向こうが言う通り。もう逃げたりとかしたら撃たれるなとか、もうこの逃げるっていう発想もないんですね。もうそれからはない。諦めていたのかな。
そこまで来たらもうそっちに行くしかないと。で実際行って捕虜になったわけじゃないですか。でなったんだが、はい、ここでやられてる人も見ているよ。逃げようとして、逃げようとしてやられてる人も見ている。沖縄戦を振り返った上で、石川さんは子供たちへメッセージを送ってくれました。そうだね、よく昔の人が言うには「ぬちる宝ろう」と、はい、命に勝る宝はないよということを言ってる言葉だと思うんだが、はい、やはり私たち戦を戦争経験してきた人たちは、はい、からすると、はい、今の若いの、私より下の年齢の人たちには、経験がないわけですよね。ないですね。はい、でこういう場面にあまりぶつかったこともないと思うんで、どんなに憎くても、殺し合いはやってはいけないよと、すなわち戦争をやってはいけないよと、で今平和の世の中ですよね、はい、この平和をいつまでも守っていただきたいと、でこれが願いですね。戦争どんなことがあっても戦をやってはいけないということを伝えたいです。ありがとうございます。とても貴重な、お話いただきました。じゃあ石川さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。